お話丸かじり。今回はルーマニアのお話、ブラム・ストーカーの作品です。タイトルをお願いします。第18夜のお話はドラキュラ。演者はミハと浅井優。ストーリーテラーは私、山本真由美と光がお送りします。どういう作品になっているのでしょうか。それではまた後でお会いしましょう。ドラキュラ。昔、世界では多くの国がいろいろな理由で戦い合っていました。そのためにたくさんの人の血が流れ、尊い命が犠牲になったのです。今夜はその多くの戦いのうちの一つで、キリスト教を守るためトルコ軍と戦ったトランシルバニアの騎士のお話です。その名はドラクル。ドラクルは自分のことを竜、ドラゴンと名乗り、誰よりも強いと信じていました。戦いに行く前夜、妻のエリザベータがドラクルに言いました。生きて帰ってきて、あなたがいなくなったら、私は生きていけないわ。必ず、無事で帰ってきてね。神がついている。私は、神のために戦うのだ。必ず、私たちを救ってくれる。ドラクルは、エリザベータにキスをして出て行きました。この戦いでドラクルは神を、愛する妻を、祖国ルーマニアを守り抜くことを心に誓っていました。神よ、私は勝った。あなたとその教えを守り抜いたのだ。トルコ軍は卑怯な企てをし、ドラクルの城に矢みを放ちました。その文を見たエリザベータは毒を飲んでその命を絶ちました。どうしたエリザベータ。神よ、エリザベータに何をした。妻の異変に気づいたドラクルが急いで屋敷に戻ると、そこには変わり果てたエリザベータの姿と敵が放った矢み、そしてドラクルに宛てたエリザベータの手紙がありました。愛するお方がお亡くなりになった。私のすべては終わってしまった。神よ、二人が天国で結ばれますように。妻の手紙を読み、すべてを悟ったドラクルは泣きながら言いました。神よ、私はあなたのために戦った。その報いがこれか。もう信じないぞ。私はあなたを捨てる。悪魔と手を結んで復讐してやる。あなたが愛する全ての命を奪ってやる。血は生ける者の命のもと。それを私の体の中に入れ、何度でも生き返ってやる。そして400年の年月が過ぎ去った1897年、ロンドンでは文明やさまざまな分野の科学が発達し、それが至るところで反映されていました。
ある弁護士事務所にジョナサンという男がおり、仲間から新しい仕事を請け負っていました。本当にこの仕事を引き受けるのかい？ああ、君には感謝してるよ。来月には、ミナとの結婚も控えている。稼がなくてはな。相手は大金持ちの伯爵だが、かなりの変わり者だ。半年前からロンドン郊外に土地をいくつも購入している。今回もまた、その依頼だ。伯爵の居城はトランシルバニアだ。ルーマニア東部か。遠いな。無事に帰ることを信じているよ。こうしてジョナサンはトランシルバニアへと向かいました。ヨーロッパでは西と東に大きく分かれていて、世界が違いました。中でもジョナサンが向かうトランシルバニアは文明から一番遠く離れたようなところでした。伯爵の屋敷は高く険しい崖の一番上に立っていました。そこに行くための道も馬車が一台通るか通らないかというくらいの細さで、走りを誤ると谷底に落ちてしまいそうでした。ジョナサンは屋敷まで歩くことにしました。日もすっかり落ち、暗くなりました。屋敷の前まで来ると、一人の紳士がジョナサンを迎えました。我が城へようこそ。ドラキュラ伯爵ですか？さよう。私がドラキュラだ。入りたまえ。ジョナサンは伯爵にもてなしを受け、屋敷に泊まることになりました。ジョナサンは伯爵の行動、考え方を不思議に思いました。一緒に食事をしないこと、鏡を使わないこと、そして一番わからないことは十字架を嫌い寄せつけないことでした。嵐が来そうだな。しばらく滞在するといい。ロンドンでの仕事の骨休めに。ありがとうございます。屋敷を自由に使うといい。だが地下室だけは絶対に入らないでもらいたい。そう言い残すと、伯爵はいつの間にかいなくなっていました。その頃、ロンドンではジョナサンの婚約者、ミナの友人、ルーシーのお見合いパーティーが開かれていました。そこには、ジョナサンの友人たちがほとんどで、クインシーや医者のジャック、アーサー・ホルムウッド卿なども招かれていました。久しぶりだな。長旅でしばらく離れていたものでね。ロンドンは物騒な出来事ばかりだ。若い娘の失踪が絶えない。なぜかどれも夜に起きているらしい。みんないい男ね。ああいう人に抱かれたい。まあ、なんて下品なことを。いいじゃないの。あなたはもっと心を解放しなくてはダメ。そう言うと、ルーシーは3人の男たちの間に入っていきました。あなたが羨ましいわ、ルーシー。男の人たちがあなたを取り巻くのも無理ないわね。ミナがルーシーに見とれていると、一人の紳士がミナに近づき、後ろから言いました。あなたこそ私が探し求めた人。ミナが振り向くと、紳士はいなくなっていました。その頃、
トランシルバニアのドラキュラ伯爵の屋敷では、ジョナサンが悪夢にうなされていました。こっちへいらっしゃい。こっちよ、ジョナサン。さあ、ここへ来て、私の腕の中へ。こっちへ、こっちへいらっしゃい。美しく怪しい女たちがジョナサンの体にまとわりつき、手首や首筋を噛み血を吸っているのです。その夢は現実と変わりないくらい生々しいものでした。ロンドンではパーティーが終わり、ルーシーは一人部屋にいました。やがて夜も深まり、真夜中になりました。すると怪しい煙が細く立ち込み、一匹の大きなコウモリが窓から入ってきました。そしてコウモリは一人の男に変わりました。男はルーシーを魔力で引きつけ抱き寄せました。男はルーシーの首に噛みつき血を吸いました。ルーシーの顔色はみるみるうちに青くなりました。最後に男は自分の体を切ってその血をルーシーの口元に垂らしました。そしてコウモリに姿を変え窓から出て行きました。ルーシーの悲鳴に驚き駆けつけたミナが言いました。ルーシー、しっかりして、助けてミナ。私自分がわからなくなりそう。怖いわ。何があったの？わからない。赤い目をした人がいたの。そして私を抵抗できなかった。覚えているのは血の味だけ。ルーシーの首から血が流れているのに気がついたミナは急いで医者のジャックに見せました。ジャックは愛するルーシーのため必死で治療しましたが、その甲斐なくルーシーは息を引き取りました。ルーシーの葬式に出たミナと3人の男たちは改めて原因について考えていました。ああ、かわいそうなルーシー。僕の見立てに間違いはない。病気でも怪我でもなかった。首筋にあったあの2つの斑点は何だろう。まるで誰かに噛まれたみたいだったな。そしてまた夜がやってきました。3人が途方に暮れていると、ルーシーが男たちに近づきました。ルーシー、生きていたのか。ジャック、私を抱いて。愛してるんでしょう。ジャックはルーシーを抱き寄せようとしましたが、その時誰かが2人を強く突き放しました。危ない！何をする！十字架と聖水だ！神に守られている！神の力は偉大だ！悪魔よ！呪われて地獄に落ちろ！見ろ！吸血鬼だ！ルーシーは口が裂けて牙が生えかかっていました。信じられん。その通りだ。彼女はもうルーシーじゃない。この人はバンヘルシング。教授の言っていることは本当だよ。トランシルバニアから帰ってきたジョナサンが言いました。バンヘルシング？あんたに関係ない。いや、ある。私が呼んだ。ジョナサンはみんなにトランシルバニアでの出来事を話しました。そんな、バカな。悪魔払い師のバンヘルシングはルーシーに十字架を乗せ、杭と木槌を取り出して言いました。さあ、一思いに心臓を狙うのだ。
できない。私がやる。いやジョナサンがルーシーの胸に杭を打ち込んだ後、バンヘルシングは大きな斧で首を切り落としました。これも、私が世話をしたあのドラキュラ伯爵の仕業なのですか？おそらくは、この町で頻繁に起こっている失踪事件も皆、奴のせいだろう。吸血鬼は実在する。奴らの全ての本質になっているのがドラキュラだ。これから我々は奴らと戦わなければならん。人間の20倍以上の力を持ち、コウモリ、ネズミ、狼に姿を変えたり、霧となり消えることも、嵐を起こすこともできる。最強の敵だ。何か弱点のようなものはないんですか？いいところに気がついたな。ドラキュラが魔力を持つためには、故郷、トランシルバニアの土の中で眠らなければならん。それをすべて、この聖水で清めよう。魔力が一気になくなる。そして、奴の最大の弱点は、太陽の光だ。今度は、皆が狙われるかもしれない。朝までは待っていられません。ジョナサンの勘は当たりました。ドラキュラは今度は皆の屋敷に再び現れたのです。でも皆の面影はかつて自分が愛していたエリザベータにそっくりだったので、どうしてもこの皆だけは襲うことができませんでした。あなたは誰？あなたに会うため時の海を越えてきたのです。私はあなたを知っている。初めてお会いするのに、遠い記憶の中に確かにいらっしゃる。あなたこそ探し求めた人。どうしてだろう。私にはフィアンセがいるのに、あなたにどんどん惹かれていってしまう。あなたの魔力のせいですわ。どういうことか分かっていないのだ。皆がドラキュラにすがりました。するとドラキュラは自分の胸に皆の手を当てて言いました。私は無だ。私の体に命はない。人に恐れられている魔物、ドラキュラなのだ。まさかあなたが町の人の命を。でも愛しています。神様、お許しください。愛しています。ドラキュラは皆を抱き寄せました。皆は抵抗せずに言いました。あなたと同じものになりたい。この世を捨て、私の世界に生まれ変わらなければならない。君は呪われ、暗黒の闇にさまよい、永遠に血の渇きに苦しまねばならないのだ。心から愛している君に。あなたを愛しているのです。それは苦しみではありません。永遠の命をください。永久の愛をください。あなたの妻になります。何をしている！皆から離れろ！彼女は私のものだ。私の花嫁になるのだ。神は万能！お前の呪いも打ち砕く！通用しない！ドラキュラは十字架やニンニク、杭と木槌を投げつけて言いました。神か。私もかつては神のために戦った。何百年も前のことだ。君は大切なものをなくした。
だがその腹いせに大勢の人を串刺しにした。神が悪いのだ。神が私にどんな仕打ちをしたかわかるか。悪いのはお前だ。ジョナサンは銃でドラキュラを撃ちました。ドラキュラは自分の中にある残り少ない魔力を使い、コウモリに姿を変え逃げました。ジョナサンたちはドラキュラの屋敷と彼が運ばせたトランシルバニアの土に聖水をかけたので、魔力は封じられてしまいました。奴の魔力はほとんどなくなった。ロンドンの屋敷も聖水で封じた。奴は力を取り戻すため、トランシルバニアに戻るだろう。我々も、これから奴の後を追います。教授、皆を頼みます。ジョナサンたちは馬車で後を追いました。残されたバンヘルシングは、あらゆる手段でミナを守りましたが、悪魔の洗礼を受けたミナは、ルーシーと同じように吸血鬼に変わっていきました。気分は大丈夫かね。あの方が呼んでいる。行かなくては。伯爵には愛するお方がいた。その方は私によく似ていらっしゃる。生前は心優しく、卓越した人物だった。尊敬しているの？ああ。だが今は、あの男の魂を葬らねばならん。永久に。その頃、ドラキュラは自分の入った棺を運ばせて、船でルーマニアに向かっていました。ジョナサンたちは汽車に乗り、たったの3日で英仏海峡を渡り、その後は馬でパリ、アルプスを越えました。ドラキュラがガラツ港に着いて馬車で城に向かう頃には、ブダペストを越えていました。追いつけ。馬で追えば、奴のルートに間に合うぞ。よし。やっとのことで、ドラキュラの棺を乗せた馬車に追いついたジョナサンたちは、城の前でドラキュラの馬車を迎え撃つことができました。閉めた。朝の日の光だ。奴を倒せる。その時、急に雲行きがおかしくなりました。どうしたんだ。日が暮れてしまった。ロンドンでは、ミナがバンヘルシングの血を吸おうとしていました。何よこれ！このせいで息が詰まるわ！ただのニンニクじゃないの！ルーシーみたいに私の首も切り落とすつもりなの？心臓に杭を打ち込むつもりなの？君は奴に渡さん。ルーシーの二の舞はさせん。必ず守ってみせる。どうかしら。風よ吹け。吹き荒れろ！あの方を助けて。ミナは私のフィアンセだ。貴様には渡さん。ミナの願いも虚しく、トランシルバニアのドラキュラは棺の中でジョナサンに喉を切られました。我が神はどこにいる？私は見捨てられた。嵐が去り、ジョナサンたちの前に再び日の光が差し込みました。ドラキュラの体は消え、灰となり空に舞い上がりました。ロンドンの皆も牙がなくなり元に戻りました。その時、ドラキュラの声が皆の心に語りかけました。すべては終わったのか。見捨てられた。いいえ、違いますわ。たとえ神があなたを見捨てたとしても、私は愛しています。あなたを愛しています。私に安らぎを。皆は神に祈り続けました。二人の愛が誰よりも深く永遠に続くことを。そして皆の愛は奇跡を起こし、ドラキュラ伯爵を
暗黒の力から解き放ったのです。おしまい。ということで第18夜ドラキュラをお届けしました。はい。いや、まゆみさんどうでした？ドラキュラのお話。いや、なんかこんなに悲しい皮肉ってあるのかなっていう感じでしたね。いや、でもドラキュラって普通のモンスターだと思っている人って多いと思うんですけれども、もともとはブラム・ストーカーっていう方が書いた小説の登場人物なんですよね。ドラキュラって言われてもみんなキャラクターがパッと頭に思い浮かぶ人は多いでしょうけれど、そうですね。これのイメージの元になった俳優さんがいまして、ベラ・ルゴシっていう俳優さんが昔いたんですね。はい。ドラキュラって言われて頭に浮かび上がる黒マントの顔色が悪くて、あれを一番最初にやったのがこのベラ・ルゴシで、1920年代かな、確かドラキュラという映画作品で主人公、結構最近できたキャラクター像だったんですね。まあ言うてでももう100年は経ってますけど、まあ経ってますけどね、確かに。このドラキュラで一世を風靡した役者さんなんですけれど、なるほど。いやー、でもこれ作品にもあったんですけど、やっぱり戦争っていうのは何も生まれないですね。戦争反対。はい、もう悲惨さと無念さしか生まない。戦争はね、儲かる人がやるからするんですからね。いやー、でも一番被害被るの何の力もない一般市民ですからね。まあそうです。は私は人間を愛することができなくなってきました。い。浄化できるのはやっぱり愛情だけなんじゃないですか？誰か愛してください。誰か愛してください。このままでは私ドラキュラになってしまいます。いやもう空から美少女落ちてこないかなと私は常日頃から思っているわけでございます。きっとどこかにいますから。ということで第18夜ルーマニアのお話、ブラム・ストーカーの作品ドラキュラをお送りいたしました。次は日本のお話をお送りします。それではその次回の夜まで健やかな時を。良い夢を。お相手は光と山本真由美でした。それでは皆さんおやすみなさい。次回第19夜のお話丸かじりは日本のお話鶴屋南北の作品四谷怪談をお届けします。これからは非道な手を使わねば生き残れぬ。わしの身内になれば士官の道も開けますぞ。伊右衛門、貴様なぜ変わった？時代が変わったのだ。うちの人があの伊右衛門様がそんなことをするはずがない。おいは今宵もとても綺麗じゃ。悔しい、悲しい、恨めしい。次回もお楽しみに。今回のお話、皆さんいかがでしたか？あ、そうそう、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお気軽に。それでは